出本由紀子さん、当時14歳。爆心地から 3.2km の宇品で被爆しました。当時広島陸軍共済病院の看護婦生徒だった出本さんは外科病棟の廊下で被爆。白衣が血で真っ赤に染まりました。8月30日まで被爆者の救護や死体の処理に当たりました。その後高熱に見舞われ、今の東広島市の自宅で療養しました。現在は農業をしています。入学した当時はまだ戦争が激しい言うてもまだまだね、ゆとりが少しありましたからね、勉強も少しはしたんですよ。だけどもう7月8月入ったらね、勉強ができないんですね。先生がもうほとんど修正されましてね、それでほとんど勤務の方へ行きましてね、非番の時は防空壕を作ったり畑を少し耕して野菜を作ったりいう程度でね、本当に看護婦として入っても勉強する期間が少なかったんです。そしてほとんど毎晩のように空襲警報ね、そうするともう夜でもすぐに起きて支度をして自分の任務のところへ行って、もう避難するのもするけれどもちょうどその日に当たりましたらね、夜であろうがいつであろうがもう自分の任務のところへ行ってその仕事をしよったんですよね。それがだんだんに空襲が激しくなるでしょ。日夜本当に。で8月の6日もちょうど朝の点呼して、それから食事をして、勤務に行かなくては思うようなところへ警戒警報が入りましたね。思ってまた着物を変えて、そして防空頭巾をかぶっているようにズボンを履いてで支度をしておったら解除になりましてね、ほっとしてから、それでみんなでまた今度は病院の方へ勤務に行ったんです。そしてちょうど勤務交代だったもんですからね、病棟と病棟に廊下がございますから、その廊下の外科の病棟の廊下のところにおったんです。そしたらピカッと稲荷光みたいなのがさっと来たんですよね。あれ今の何かね言うたまたドーンと来たもんですから、ね、ちょうど影におったもんですから稲荷光は見たんだけども、その光は見たんだけども当たらなかったんですよね、幸いに。それだけどもそのドーンというなんで爆風に煽られてからにここにおったものがこっちの方に倒れとったんですね、気がついてみたらね。そしたらもう白壁でしょ、病院だからね、昔のこと。それでもそれがうわーっとこうなっとるもんですからね、逃げて生きよる人も定かには分からないんですよね。で声が下から気がついて、自分は生きとったんだと思って、そしたら友達も追加の時気がつかれて、で一緒に玄関へ出て、そして見ればもうその玄関のところに防空壕がありますんですよね。それだけど防空壕の中も人でいっぱいね、その市民の人がね。それで私らも出た途端にあれはどうしたんかないうようなんですよね。思いもがけんことでしょう。そしてどうしてこうなったんかねってこれがみんな皮膚がこう垂れ下がってね、それでつま先だっとってんですよね。それで着とるもの言うたらね、女やら男やら分からんようになっとるんですよ。この辺でもそうなんだからね。それで顔は黒くなってね、それでそんなのもってやし、何かのガラスでやられたり木の下敷きになられたりいうようなのがもうすぐにこう寄ってこられましてね。それだけど私を先見てください言われるんですがね、誰を先に見る言うても見ようがないんですよね。先生早見てください言われても先生も
まあ多数おられたんでしょうけどね。だけど先生自身も怪我をされたりねされとるのもあるんです。ちょうど窓に当たって光線に当たられた人はねもうやけどされたんでそうですよね。看護師さんにしてもらう。私は陰におったからまあ窓のガラスが見えたんで解除になったもんだから防空頭巾をかぶっとたんですよみんな。だからこれ頭の方へ破片がいったりまあここちょっと傷しとったなってちょっとそれは直してね直す言うたってどうもう薬もさあ言うても薬局もみんなこう倒れとるんだからね。だから薬ってあまりなかったんじゃないんですか。抗体とかなんとか言ってももうねあるものでこうなんかまあ本当にあっという間の出来事でからに誰もが今のはどうなったんじゃろうか今のは何じゃろうかいうようなことで半信半疑でからにねまあ見てください言われても見られませんしただ言葉をかけてからに頑張ろうね頑張ろうね言うようなことですよ。でもそれが時間が経つに従ってね人はいっぱいになるしね。でちょっと何かの用事で寄宿舎の方へ帰ってきたんですよ。そしたらあれが9時か10時後だったですかね飛行機がまた来たんですね。空襲になったんですか。で逃げよう思ってももう逃げ場所がないくらいね寄宿舎の中にも倒れとるから患者さんが入っておられるやらあれするもんですね。ちょうど寄宿舎の前にトウモロコシ畑があったんですよ。そこへまあとりあえずそこへしゃがみ込んでねただもうこの飛行機が通るんですね。エンジンの音にはまだ何よね怖くてねこれでも射撃されるんじゃるまいか思いの気がしたんですよ。まあ何もこともなくてそれは済んでそしてもうああだこうだしよる間に人はお言うなるし見てあげる言うてます来とるそうしよる間に息を引き取られるものもあるしね、まあ、先生一緒に連れてんでとかねお母さんのところへ早う連れてんでとか水をくださいとかお友達の名前を呼ぶのやら生徒さんなんか先生の名を呼ばれるやらねそういうふうな状態で水をくださいは言っても水道が皆止まったもんでね水もあげられないような状態でやけど一人一人は水を与えたら早く死ぬるから水はあげたらいけませんよいうのが私ら聞かされましてねでもかわいそうでね水もあげられないしそれから無有描写いうんですかこう自分が生きているいうのが分かってはおってんでしょうがまあこうふわりふわりこう歩いてんですよね。ほいじゃその力が尽きたもんが水を求めてこう用水防火用水が作ってあるところへ突っ込んでみたり池がありましたんですねそこへ突っ込んでね死なれたりね白い薬を黒い焼けて黒になったでしょそれを持ってって白い薬をつけとるんですからね本当に幽霊みたいですよね。それこう歩くのがこう歩かんのだからねこうつま先だって手は必ずこうなってるんですね。だから本当に幽霊いうようなもんで、まあ、そういううちにところ切らず倒れちゃうね死なれたりますからまあ避難して来られても運よく家の人に連れて帰られての人はいいんですよ。だけどね誰も身元がわからない人やなんかはもうその場で亡くなられるでしょう。そしてそうするうちに空襲なんかまああれですよね終戦ならんのだからだからまあこれだったら今こうやって旦過へ乗せてあげてほいでまあこうしてからに日本人の人でまあこう看病もしてあげたりで焼いてあげたりするけどもこれがまだ戦争がずっと続いてソ連でもあれしてからねまだこれより大きい爆弾を落とされるんだ言うて聞かされるもんですからねまだこのしてあげられるのが幸せでからに今度落ちてきた時には私らも誰もがもうね
こっぱみじんになるんじゃろうねいう頑張ろうね頑張ろうねってからね避難してきた人をね、言葉で慰めてあげる程度で本当にどうすることもできないんですよね。それこそ今の魚市のように魚が並べられるほど並んでおられるんだからね。だから想像しても本当にね、それがもうそれ灰やら宇治やらが動きよるんですよ。生きとっても死んどってもね。もう方々の収容所を歩き回ってやっと見つかったいう人やなんかね、もうそんなに鎖かけたような人へでもね、もうこうして抱きついてね、本当に親ならこそよ兄弟ならこそよ思うほどですよ。他人だったらね気持ちが悪いようなんでも親ならこそね、もうやっとの思いで助かっそれでも言葉をもうかけても声は出ないですね。死んでられるからね。そんなんでも連れて帰られたりしてね、そういうような人もおられるけど、そういう人に恵まれない人は今のように旦過以降乗せてはね、そして一定の場所へ連れてってからにね、油かけてからに焼かれてね、その骨はどうされたか私らにはわからないんですけどね、そういうようなのがここだけでなく市内であったんですよね。そういうことがあって今度終戦を迎えましたからね。それからはまた終戦を迎えたらもう勉強も何にもないんです。ただ片付ける、ね、病院の中のことをもうほとんど患者さんがでも時々おられたですがね、そんなに1週間も10日も経った後はだいぶ落ち着いてきたんですよね。その間に空襲とかでもありますからね、もう何が何やら戦争いうものはこんなものかいな思ってみんなねこれで勝てるわけはないだろうにねとかね、こんなにむごいことをしてからにね戦争じゃけんしようがないよね言うて話をしながらみんなもそう思いながらしたんですよね。だから戦争はほんまにむごいですね。戦争したらいけん思うんですよ。防空壕の中で死なれた人がね、もう夏のことですからね、分断されしてからね手で持ってあげられないんですよね。だから棒を持ってね転がすようにして担架に乗せてね、そして持ってって焼いたり、ああいうことをする時が情けなかったですね。もう情けないよりこれが戦争か思うよね。あれは小さい子供さんがねお母さんの乳房にすがってからに飲もうとしてんですね。そうするとお母さんも死んでおられるんですね。それでも乳房い子をしてからに本当にかわいそうでね、あんなのはね子供さんが今どうしておられるかな思うんですがね、多分あれは看護師長さんがね私が小さな風邪を見てあげる言っちゃったそうないう話を聞いたんですよ。その後どうされたか知りませんがね、あんなのやら本当に水槽へ突っ込んで死なれとるのを引き上げたりね、ああいうことをするの私らまだ14歳ですからね。だからその時は帰ったら疲れが出たんと何とも言えない匂いがしたそうです。本人はもう30日ね15日か20日余りその中でおったんだから臭いとも何とも自分で思ってないんですよ。だけども家帰りましたらねもう何ですよ、臭くてたまらんかったそうです。ご自宅はどちらに？やはり紫波町なんですけどね、田舎なんですよね。で帰ったら熱が出て
そして下痢をして、それで半年余りぐず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 しよったんですよ。傷はあまりしなかったから、傷のあれはうじが湧いたりいうようなことは私はなかったですよね。人の話を聞けばもうね、傷をされた人やなんかが帰ってきても「みよりゃうじが湧いてからに」って言うやつですが、あれはなかったですけども、私は貧血ですか、極度の貧血を起こしたり下痢状態、それでもお医者さんいうものがあんまり田舎のことですし、それから薬がやっぱりそれに合うような普通の下痢とは違うでしょ、やっぱり。それを同じように思っても効かないんですよね。だからシンクしたですね。そうしても薬も思うようにないし、で熱冷まし言うても氷もないような状態だけね、ないなかったと思うんですよ。ちょうど夏でしょ、9月10月。冬なら雪ないとあるけど、それから家の者が一生懸命にね看病してくれてからね、どうにかこうにか元気になったんですよ。だけど時々もう家の中をこうぐる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 回るようになる時があるんですよね。やっぱり貧血がずっとそうなんですよね。今はまあおかげでだいぶこう抵抗力もついたんですよね。まあ心配な嫌がんですかね。まあでも10年は生きとられんじゃろう、10年ぐらいしか生きとられんじゃろう言ったのが、まあここまでねおかげで生きさせてもらったんだから、まあがんになってもまあそれはそれよね、そうあっても不思議はないよね、あれだけのことね、毒をするとんじゃけね思うてみたりね。それで物でちょっとこうするともうすぐにこの皮膚が紫になるんですよね。だからあそこから腐っていくんじゃないか思うような気がしたりね、しようたですがね、今のところはおかげさまで。今はもうずっとそれに45年も平和で来ているからね、自由を言われるようになっているから、それに慣れとるから、今急に変わったとは思いませんけれども、原爆の悲惨な姿はねもう焼き付いとるからね、離れることはないです。もう忘れようにもそれは忘れられんですね。口で言うたんじゃなかなか今のこの状態見てみなさいね、わからんですよね。だから子供たちに話をして孫たちに話をしてやってもね、はあ言うてね、怖いもんじゃねえ言うだけのことでね。でも映画を見たりね、それから今の資料館に行って見ると、戦争はこんなかったの、原爆は超えなかったんかいうことがあの子らにも分かるんでしょうけれども、私もまあね忘れることは絶対にできませんよね。